こんにちは、アンナスです。今日は刺繍枠の話をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。今日は刺繍枠の話をしようと思います。私はいつも8センチの刺繍枠を使っていて、ちょっと使いすぎてこんな飴色になっているんですけど、これで、ちょっとずつ枠をはめ直しながら、これちょっと大きめの作品を今持ってきたんですけど、ちょっとずつ今お花やるってなったら、このお花の部分を中心にして枠をして刺繍して、でまた終わったらちょっとずつこうずらしてはめ直しながら刺繍をしていくんですね。でも大きい枠でやっても別に間違いではないです。それはもう人それぞれやりやすい方法っていうのがあるので、ただなんで私がこの8センチを使っているかっていう話をちょっとしたいと思います。まず大きい枠ではめるとたわむんですね、布が。ちょっと一回はめてみます。だいぶネジをちょっとフレンチノットがあるからこんな感じかな。これでネジをしっかり締めたとしても、結構サテンステッチがこれぐらい混み合ってたりとか、たまにこういうロング&ショートステッチが入ってたりすると、こう刺しているうちに布がこう緩んでくるんですね。たわんできて、でシワができやすいんですね。なので、ステッチにもよるんです。例えばクロスステッチとか、あとチェーンステッチがたくさんある図案とか、もうちょっとそのサテンステッチとかロング&ショートステッチみたいにこの面を埋める刺繍が少ないものに関してはまだ大きいのでもそんなにシワはできにくいかなと思うんですけど、私の作品って割とサテンステッチがメインなので、そういう作品に関してはかなり布を刺してしまうんですね。そうするとシワができやすいので、なので、シワ予防のために小さいものを使っています。で、刺繍がたくさんこう混み合っていると、例えばこうなってしまうんですね。この枠をした時に、今このお花を刺したいと思って、もうちょっと内側にした方がいいですね。これぐらいでこうお花を刺繍したいと思った時に、お花を中心にセッティングすると、こうやって刺繍した部分が枠で潰れてしまうっていうのが結構気になる方がいらっしゃるんですけど、予防法としてはまず、私はやってないんですけど、内側に布を巻くっていうのがまず一つですね。そうすると枠の肩がつきにくいので、ちょっとやっぱりこうソフトに、タッチがソフトになるんで肩がつきにくいっていうのがまず一つで、もう一つは、刺繍枠をかなりもう今すごい伸ばしてるんですけど、かなり大きい状態でふわっと入れて後で締める。結構こうギリギリで持ち運びする時とか保存しておく時って割とこうきっちりギュッとネジ締めて置いとくと思うんですけど、この状態でちょっと分かりやすいの真ん中でこうはめると、結構はめる時硬いですよね。グッて押さないと入れられない。これでやるとちょっと潰れやすいというか、ここにギュッとスライドしたりとかして枠が当たってしまうので、そこもちょっと気になるので、はめる時はかなり大きめにここのネジを開けておいて、もうなんか緩くスポッとはめる感じにして、後でしっかり締める。そうすると枠をはめる時にいろいろこう力が、テンションがかかって、特に刺繍がもうすでにこの辺にあります、こっちに刺繍しようと思いますってなった時に、こうグーって無理やりやると、この刺繍が入っている部分が結構引っ張られるんですね。なんか経験ある方いらっしゃるかもしれないですけど、結構それで布が縦糸とこう横糸がぐにゅってこう歪んじゃう時があるので、それを予防するためにもうしっかりここのネジを開けておいて、ふわっとはめておいてから後から締めると、その目がなんていうんだ、波打たないっていうか、そういう感じです。
で後からしっかり締めるっていうのが2つ目で、あと3つ目なんですけど、よく刺繍終わった後にもう今日はおしまい、じゃあ明日にしよう、じゃあどっか袋とかに入れて片付けようってなった時にこのまま収納する人結構多いんですけど、すぐね始められるから便利なんですけど、必ず1回ずつ外してください。これが結構一晩二晩置いておくとこの肩がどんどんついてくるので、それで後でアイロンしようと思っても結構取れにくかったりします。なので、トイレぐらいとかだったら大丈夫ですけど、結構何時間も、例えば一晩とかもうずっとはめっぱなしで置いとくっていうのは良くないので、席を離れる時はその都度枠を外すっていう癖をつけると、後でアイロンとかも楽になるし、変なシワもつきにくくなるので、そういうのとかも結構小さいことなんですけど、積み重ねで仕上がりのアイロンとかもそんなにギュウギュウしなくても大丈夫になったりとかするんで、その辺とかもちょっと気をつけてやるといいんじゃないかなと思います。なので、メリットとデメリットはそれぞれあるんですけど、サテンステッチをたくさん使う刺繍の場合は8センチが私はおすすめです。10センチでもいいですけどね、ちょっとあんまり大きいのはたわむんで、こっちがいいかなと思います。でもそれは刺繍によっていろいろ向き不向きがあるんで、そういうのもちょっと考慮しながら使い分けるといいと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。